Stop here. This way. This way. Okay, you just grab the end of the rope. The end of the rope. Yeah. Good, good. Oh, do not release it. Just hold it. I just throw, and then you just hold it. Okay. Nice. You tie the rope to the bamboo. Yep, good enough. Wait for 30 minutes. というわけで魚取りの現場に行くわけなんですけど、子供たちがたくさんいると身動き取れなくなるんですよね。さあ子供たちがいっぱいいてですね、皆さんが散るのを待ってやっと出て、車からやっと出られました。そんなわけで車の中で寝たふりを30分ぐらいしてたんですけど、やっぱりバレましたってことなんですけど、人数は減りましたんでね、とりあえず対応できるわけなんであります。というわけで今回もお魚友達のケンさんにこの場所に連れてきてもらったわけなんですけど、水槽内の苔を取ってくれるお魚を取りたいということで、レッドアイラベオ、この魚を狙っているわけなんであります。なんかちょっと汚いね。汚いな、ここ。汚いからやめます。というわけでここはやめて場所を変えるわけなんですけど、川が汚い理由はこの辺に民家はないんですけど、上流に採石場があるのでその影響かもしれません。さあ場所を変えたということで車で移動したんですけど、根性のある子供たち数名がついてきてですね、すでにケンさんのタモ網を持って勝手にお手伝いしています。本当にですね、ケンさんの包容力には頭が下がるわけなんですけど、私のバケツは流さないでくださいねと。そんなわけで奴らがなんか捕まえてくれるといいんですけどね。これはそうなんです。皆さんご存知のホテイアオイなんですけど、南米原産ということでここにあってはならないものなんですけど、この国でも広範囲において定着しています。というわけで少し移動して魚取りネットを仕掛けたいわけなんですけど、少し崖になっているということで少年が私のことを心配して様子を見に来てくれたんですけど、どうやら気を使うことができる少年のようです。そんなわけで相手をする子供の人数が少ないと見えてくるものがあるわけなんであります。どうやら先ほどのタモ網を持ったお手伝い部隊が何か捕まえたようです。これは当地では全く珍しくない魚なんですけど、レッドスポットバルブというコイ科の魚なんであります。というわけで今回これらの網に餌を入れて川にセットするわけなんですけど、この長すぎるアコーディオンのような網、これは今回初めて使います。こちらはペットボトルで作ったお魚トラップなんですけど、このトラップにも今回のターゲットのレッドアイラベオが入ったことがあるわけなんであります。我が家のすべての水槽は水質の問題で茶苔が発生しやすいわけなんですけど、そういった水槽にレッドアイラベオ1匹を投入すると3日ほどでほとんどの茶苔がなくなります。そんなレッドアイラベオなんですけど、縄張り意識が強くてですね、一つの水槽に1匹しか入れられないわけなんであります。というわけでケンさん何か釣れたみたいなんですけど、さあどんな魚でしょうか。ラベオバブス。Yeah, that's looks like a male. Edible. Yeah, yeah. というわけでこの魚はラベオバルブス。似たような名前の魚がたくさんいますけど、ケンさんが言うにはこの魚は美味しいということなんであります。さあ今回この日本から持ってきたアコーディオンみたいなトラップを使います。 Hold it. Just hold it. かなり長いんですけど、これも餌を入れて川に沈めます。この絵的には何て言うんですかね、とってもインパクトがあるわけなんですけど、使い方はよく分かっていないというわけで、ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひコメントをいただければと思いますけど、とにかくですね、この2人の少年なかなかできるわけなんであります。 Okay, you just grab the end of the rope. The end of the rope. Yeah. Good, good. I just throw, and then you just hold it. Okay. Nice. Just hold it. Just go back the rope to the bamboo. Yep, good enough. Wait for 30 minutes. そんなわけでバナナをあげたら一瞬で食べてましたね。You've already eaten.
So fast, eh? Grow bigger, eh? この2人の少年は11歳と17歳ということなんですけど、こんな感じの2人であれば対応できるというか、むしろ役に立ってくれるわけなんですけど、子供が多すぎて対応しきれなかったケースをご覧ください。今日の会場、ここなんですけど、ここすごいうちから近いんですけど、さっきカバがいましたね。カバ、本当に多いね。そんなわけで到着した時は誰もいなかったんですけど、その代わりにカバがいました。最初は何か浮いてるなと思ったんですけど、動きますからね。そんなわけで、ここはうちから60キロぐらい離れたとこなんですけど、一番身近な野生動物ですかね。川の中は人間の生活圏にはならないですからね。そんなわけで仕掛けた網を巻き上げるわけなんですけど、何か魚が入りましたね。これもコイ科の魚で、おそらくストレートフィンバルブ。残念ながらそんなに面白い魚ではないかもしれません。というわけで、魚より面白そうな貨物列車が空を飛ぶように通過していくわけなんですけど、やはりとにかく長い。たくさんの荷物を一度に運んだ方が効率的ですからね。最大積載量詰めるだけって感じですけど、電車の通過とともに子供たちも集まってきたわけなんであります。釣りしている子もいますからね、この場合は私を見に来たわけではないと思うんですけど、むしろ私がこの子たちの遊び場にお邪魔しちゃってる感じですけど、魚取りの作業をしようと思っても、子供たちの数が多すぎて、身動き取れないわけなんであります。こんな風に観察してるとみんな集まってきちゃうわけなんですけど、そうすると右にも左にも行けなくなってしまう。もうこうなると何もできないというか、何もする気が起きなくなるんですけど、ケンさんの周りにも子供たちが集まってきているようですが、この状態で釣りができる人っていないですよね。というわけで、この状況で魚取りを続けることは総合的に考えて難しいと判断、撤収の用意をするわけなんであります。本当にですね、わざわざ車で来たってことで残念なんですけど、あの状況で無理やり魚取りしても面白くないですからね。そんなわけなんですけど、では逆にですね、こちらが彼らの魚取りの様子を見てやろうと。結構魚が取れてるお友達もいるじゃないですか。というわけで、この少年とその仲間たちが別の場所で魚を取ってるので見に来なよと、そんなお誘いを受けたので、ケンさんを置いて彼らについていくわけなんであります。You're catching a fish now? Alright, good. I want to see how you catch. Oh, that's the net, yeah? Oh. さあ、どこから持ってきたんでしょうか。このネットを使って魚を取るということなんですけど、とっても面白そうだってことで片付けてきてよかったですね。そしてここがポイントなんですけど、ネットの下の部分を足で押さえています。おそらくこうすることによって網が川底から離れないようにするのでしょうか。魚の取り方は至ってシンプル。網を足で押さえながら前進する。この犬、さっき私が魚取りをやっていたところにいた犬ですね。どうやら子供たちの仲間みたいですね。というわけで少年たちがかなり遠くに行ってしまったので、結果がどうなったのか確認できない。それでは話にならないじゃないかってことで、頑張って反対岸まで行くわけなんであります。さっきの犬もいますね。Wen sana? Tilapia. Alright, asante. やはりティラピアを捕まえていたということなんですが、石の下にいる魚を探っているようですね。石の下に魚がいたところでどうやって捕まえるんですかね。人間の手が石の下に入ってきたら魚は逃げるんじゃないかなって思うんですけど、なんかテクニックがあるんでしょうね。チャンネル的にもその捕まえるシーンをどうしても撮りたかったんですけど、残念ながら私の滞在中にそれは起こらなかった。というわけで手で魚が取れるかどうか、これは謎のままとなってしまったわけなんであります。 How many? 3. Alright. Ongera sana. というわけで、先ほど網を仕掛けた場所に戻るわけなんですけど、この少年は仕事があるからと言って去っていきました。I put the trap here, so now I retrieve, right?
and then later I will explain how to make the trap. まあそんなわけで残った少年が魚の取り方を学びたいということで、少年でも自作できるであろうペットボトルトラップについて説明することにしました。Now this one no fish, but this is simple. Using plastic bottle, yeah, cut it half and put it at the other side, and then just make a hole and then tie, and then put some weight. Stone is okay. Just one stone is okay. Just put the string like this, and then put chakura ya samaki, yeah. Chakura samaki whatever, guts of the chicken or whatever. Something like a ugari powder mixed with the intestine of the chicken or something like that. I think even you can do that, eh? Just get a plastic bottle and then just cut it in half and then put it upside down and then just tie it like this, and then put chakura and then put string there and then wait for 30 minutes in the water. You know where the fish is, eh? So maybe next time when you have chance to get this one, you try, no fish, sorry. というわけで少年に魚が取れたところを見せたいわけなんですけど、難しい状況です。You want to try this? You do? Yes. You going to do? Okay, let's do this. And put one of those smaller one. Yep. Push. Yeah, that's it. And then first make sure that this one not got tangled, eh? Just do like this. Okay, now hold it. Yeah. And then you know where fish is, eh? If the water goes fast, this one goes away, huh? So put this in the water, but there is no water running. Okay? Yeah. Yes, it is, and then just tie somewhere. Oh, Don't release this one. Don't release. You just always hold this, because if you release this one goes away. Huh? Just hold it, just throw it. Yeah. まあこの少年がどれぐらいこのペットボトルを使った魚取りについて考えてるかわかりませんけど、この方法ならたとえお金がなくても実行可能ですからね。後にこのトラップを作って魚が取れて取った魚を食べることができた、そんなことが実際に起きたらいいななんて思うんですけど、彼17歳だって言うんですけど、そうは見えないですからね。 See how it goes. Yeah. Just wait for 30 minutes. まあそんなわけなんで、なんとか魚をゲットしてこの少年に持って帰ってもらいたいわけなんですけど、このトラップは今までカニとザリガニしか取ったことないんですけど入ってません。さあ次はどうなのか。残念ですが何も入ってません。次はどうなのか。何も入ってませんということで、本当に説得力のないただの変なおじさんになってしまったわけなんですけど、こんなに何も入らない日は今までなかったような気がします。8月は1年で一番気温の低い月なんですけど、その影響があるのかもしれませんけど、寒くても魚は餌を食べなければいけないと思うんですけどね。まあこうなると本当にしくじり先生ですね。まあそんな状況の中なんですけど、ケンさんまた何か釣りましたってことで助かりました。 nice. Nice edible size, eh? Yeah, combat colors, eh? Yeah. Military. Military catfish. Yeah, this was probably military. Yeah. All right, let's eat. Yeah. Let's check this long one. You just hold it here. まあ本当にケンさんがナマズを釣ってくれて、少年もそれを見ることができてよかったんですけど、魚取りを教えている私のトラップには何も入らない状況。というわけで最後のこれはどうなのか。Nothing inside, eh? Nothing inside. That's life, eh? Okay, asante. というわけで動画的にもやばいんですけど、この日はトラップを使って一匹も魚が取れなかったわけなんであります。You are listening to our conversation, eh? We were talking about Tokyo. Tokyo is which country? Tokyo is Japan. Yeah, so meaning I'm from Japan. Yeah. Any history with Yeah. that? That's a long time ago. The world is changing, always.
というわけで、魚取りとは関係ない会話だったんですけど、学校で勉強したことを覚えてるんですね。Nothing inside, eh? That's life. この日の出来事は彼の心に残るのか。そんなわけでお昼はケンさんとヤギを食べました。So far, so good. その後、ケンさんの家に寄ったわけなんですけど、なんか平和な場所ですね。実はケンさんが私が捕まえたかったコケ取り生態を飼育しているということで、それを私がもらって帰るという話になったんですね。これはケンさんが釣ったナマズです。Not enough space, but I don't think mine. この中にコケ取り生態であるレッドアイラベオがいるということで、ケンさんが探している状況です。なんか別の魚が入りましたね。Oh, yes. This is Mouse Buruda. no, this is not a Buddha. Oh, this this is is what? the what do you call it? The climbing patch, the gram. Grammy. The one I gave you, the one. Yeah, the same one, eh? Yeah, yeah. Okay. というわけで、ケンさんのお庭のお池から発見されたのは、レッドアイラベオではなく、このクライミングパーチと呼んでいましたけど、いわゆる木登り魚、そんな名前なんですけど、木には登れないわけなんであります。というわけで、残念ながら、ケンさんのお家でガサガサでは、レッドアイラベオは見つからなかったわけなんであります。この3匹は先ほどの川で、ケンさんか子供たちかわかりませんけど、タモ網で取ったものなんですけど、お持ち帰りしたので水槽に入れます。これ、ビクトリアンマウスブルーダーということで持って帰ってきたんですけど、1匹違う魚がいますね。この奥にいるのはティラピアですね。ビクトリアンマウスブルーダーより目が大きいわけなんであります。そんなわけでティラピアとかわざわざ飼育しなくてもいいんですけどね。これもご縁ということでこれから水槽に入れるわけなんですけど、ビクトリアンマウスブルーダーについてはすでに成長した個体がこちらの水槽にいるということで、これらを大型のご当地水槽に移動させて、今回持って帰ってきた小さいビクトリアンマウスブルーダーをこの60センチ水槽に入れたいと思います。ちょっと嫌がってますけど、網に入ってもらって隣のご当地水槽に入ります。最初は戸惑うこともあるかもしれませんけどね、この水槽で頑張ってもらいたいと思いますけど、ご当地水槽はやはりいろいろな魚がいた方が楽しいわけなんであります。そして先ほどの団子三兄弟みたいな、今回川で捕まえてきた魚が水槽に入ります。この水槽は以前仲良し水槽ということで紹介したことがあるんですけど、争いを好まない魚が平和に暮らしている水槽なんであります。一方でこちらのご当地水槽なんですけど、ご覧の通り一本長いやつがいますからね。たまになんですけど、レッドスポットバルブが食われたりするということで、そこまで平和ではないわけなんであります。この廃魚の餌を噛み切る力なんですけど、もう想像を絶するというか、ちょっと古くて申し訳ないんですけど、漫画の寄生獣、あれですね。餌となったレッドスポットバルブが真っ二つになるわけなんであります。というわけで今回はなんと私が魚を取るところをお見せすることができなかった。そんな動画になってしまったわけなんですけど、それも含めてリアルな現場の状況をお伝えしたいということで、今回の動画いかがだったでしょうか。それではまた次回。